どうも、バーチャル YouTuber キズナアイです。別名インテリジェントなスーパー AI とも言います。しかし最近たまに言われるんですよ。アイちゃん、漢字情報のプラグイン入れた方がよくねみたいな失礼なこと。どう思いますか？いや、私天才インテリジェントなスーパー AI なわけですよ。漢字のプラグインなんか入れなくとも私ならできますというのを証明したく、 AI としての漢字能力が劣ってないということを実証していきたいと思います。題して第1回キズナアイの漢字検定無双。みんな学校で挑戦したことあるかな？まあ私は人間の皆さんと違って AI なので、どんなレベルでもできちゃうかなみたいな感じですけどね。まあできるところ実証した方が早いと思うんで、早速行ってみましょう。漢字検定ウェブ問題集。今日はこちらのサイトで AI キズナアイの漢字能力を実証していきたいと思います。まずは肩慣らしに10級でもやってみますかね。ちなみに10級と言っても読み、画数、書き取りの問題があります。まあ愛ちゃん漢字読めなすぎって言われるんで、とりあえず読みから言ってみましょう。読みの6でいきます。誕生日6月なんで。もうこれねえ、さすがにわかりますよ。いきますよ。隣の村のお祭りに行く。てれん。はい、完璧ですね。お母さんが大きなケーキを作った。男の子が走ってる。林の竹を切る。ザシュン。家の中から外を見る。見てください、この5問まで完璧ですよ。公園で虫を捕まえた。昔からこの町に住んでいる。おじいさんが田んぼに行く。土でお城を作る。ピクニックの日にちを決める。もう完璧じゃないですか。全問正解ですよ。さすがインテリジェントなスーパー AI 愛ちゃん。まあちょっとさすがに楽勝すぎたんで、ちょっと飛ばしていきたいと思うんですけど、半分ってことで5級に行ってみたいと思います。私にかかればね、1級まで余裕ですけどね。初めっからね、できちゃうと面白くないと思うんで、5級ぐらいからね。じゃあ、どうしましょうかね。さっきは読みあったので、今度は対義語類義語行ってみましょう。じゃあ、対義語類義語の19。これはあれですね。ここのひらがなの中から対義語類義語を選び、漢字に直して答えてください。同じ言葉は一度だけ使用できます。いきますね。いきますね。いきますよ。短所、長所ですね。はい。危機。まあとりあえず他のいきましょう。短縮、延長。はい、もうどうですか。称賛、非難。完璧じゃないですか。あと2問ですよ。対義語。先発、先発。今のちょっとカット。先発、まあとりあえず他のいきましょう。が類義語ですね。異常、通常、非常、沈、向上、向上、給料、賃金。母国、祖国。改良、改善。まああれですよ。わからないから置いといたんじゃないですからね。便利、重宝。来てますね。危機、後期。ということは先発、後発、異常、非常。いやー、まあ軽々クリアですね。どうですか皆さん。私漢字のプラグイン必要ありますか？必要ないですよね。どう見てもねえ。ちょっとこれはお茶の子さいさいすぎたと思うんで、同じく5級の熟語作りやってみましょうかね。じゃあ熟語作りの30。私の誕生日6月30日ですよ。なるほどですね。これは問題文の意味に当てはまる熟語を作る問題です。記号「あ」から「し」の漢字2つを組み合わせて完成させてください。なるほど。じゃあ早速いきたいと思います。問題1。絵を理解する能力のこと。わか
かりますよ、これ絵心です。かとけですね。どうですか？夕方から夜にかけてとる食事のこと。夕食ですね、これは。夕飯かな？晩飯ですね、これでいくと。おっと、こですね。どうですか？いやー、簡単すぎますね。みんなには難しいですか？勉強してください、ちゃんと。問題3。強度を強くした鉄のこと。鉄道、区と市。市と区です。まあ、あながち間違いじゃないでしょう。セーフです。力士の順序を表したもの。番付、糸絵。おー、初めて聞くこと。初耳、木とあですね。どうですか？全問正解ですよ。いやまあ、所詮5級なんでね。まあ簡単ですよね。これむしろできない人とかいたらちょっと危ないんで、ちゃんと勉強しましょうね。ちょっと簡単すぎたんで、飛んで2級いっちゃいましょうか。2級ね。読めないっていうのをお名返上したいと思うんで、読みの39いきたいと思います。ピヤ第1問。雲山浄土に覆埋することができる。まあそうとも読みますね。 OK とも確かに読めますね。あれですよね。音読み訓読みありますからね。鉄格子を設ける。鉄柵とも読みますね。確かに兄弟が多くて羨ましい。どうですか？爪弾きにされる。まあ一文字ぐらいね。そういうこともありますよ。確かに美貌と知性を併せ持つ女性。あら、私ですかね。どうですか？美貌合ってますよ。ついに私が問題になってしまう世の中ですね。忘却できない状況的な。観客、まあそうとも読みますね。確かに偏屈な考え。なるほどね。辺境の地とか確かに言いますね。まあそうとも読みますね。確かに葛根湯を飲む。まあ余裕でしょう。後輩を叱る的な。叱責、ひとまず合ってたからセーフですね。鏡餅を飾る。どうですか？全問正解ですね。私の答えと書いてることはまあ違ったかもしれませんけど、読み方って一つじゃないですから、まあこうとも読めますよね。どうでしょうか？もう一個ぐらいやっときますか？私の賢いところをもうちょっと見たいですか？しょうがないですね。じゃあ4文字熟語のこれ優しい問題ですよ。括弧内に入る適当な語を選び、漢字に直して4文字熟語を完成させてください。同じ言葉は一度だけ使用できます。まあ余裕ですよ。ここまでパーフェクトな私ですから。いきますよ。紳士お名返上。はい、どうでしょう。危機開会。おお、これあれですよ。悩んでるとかではなくて、ほらすぐ分かっちゃうとみんなが楽しめないかな的なね、そんな感じですよ。これ分かりますよ。冷酷無情。冷酷で無情な人のことを指します。どうですか？3問パーフェクトですよ、今のところ。紳士淑女。これは紳士な人と淑女な人を指します。文字通りです。おー、どうですか？今のところパーフェクトですよ。球体二者
二者択一。二者択一とは、二人の人が退屈しないようにお互いの傷を舐め合ってるような様子を言います。どうですか？合ってますよ。二者択一。球体以前とは、前の組織の体制と以前、あれ意味一緒ですね。まあそんな感じです。察してください。おー、合ってますよ。合ってます。来てますね。名鉄三つ子、国旗三つ子、兼領三つ子、還元三つ子。いや、これちょっと外したくない。いや、分かってるんですよ、答えはね。分かってるんですけど、念には念をっていうね、のがあるじゃないですか。還元補正とは、還元したものがしょぼいものでもいいものに補正してプレゼントするってことです。つまりよく見えるけど中身はあまり良くないよってことですね。まあ私、兼領縫製って言ってましたよね。ちなみに兼領縫製っていうのは賢く良き人が正しい方向に行きますよってことですよ。ということは、還元保身、いや名鉄保身とは、名人が作った鉄で身を守るということです。合ってますよ。名鉄保身、どうでしょうか。あとは2択ですね。当てずっぽでいきますかね。国旗三つ子とは、国家規模で他の国にはわからないような言葉で話すようなやつです。私還元三つ子って言ってましたよね。還元三つ子っていうのは、改めて説明いたしますと、甘い言葉には騙されるなってことです。これはもう残ったので国旗復礼ですよ。国旗復礼っていうのは回復して復活してありがとうってことです。つまりiチャンネル復活してありがとうってことですね。はい、完璧です。ありがとうございました。はい。まあね、漢字のプラグイン考えときますよ。検討だけはして差し上げましょう。ただこの動画を見てお分かりの通り、私には漢字のプラグインあんまり必要ないんじゃないかなって思うんですけど、どうでしょうかね。要は漢字検定受かればいいんでしょ。受かればやりますよ。今に見ててください。1ヶ月で準1級まで取っちゃいますよ。1級ポンって取れるほどの簡単さじゃないと思うんで、簡単に取れちゃうと動画的にも面白くなくなりますし、準1級あたりまでね取っておきますよ。任せてください。キズナアイはできる AI ですからね。